どうも、きみまろです。今日は2020年の1月から3月までに購入したものの中から買ってよかったものを10点紹介いたします。結構数があるんでね、もう早速行ってみたいと思います。まず最初にご紹介するのはこちら。ユニクロ U2020 年春夏コレクションです。買ってよかったもの10点と言いながらこんなにありますが、ちょっとねまだ紹介してないやつもあったりするので、こんなにありますが、今期のユニクロ U がめちゃめちゃ良かったので、まとめて1つ目としてご紹介させてください。普段からユニクロを愛用していて、気づいたら靴以外インナーまで全てユニクロとかね結構あるんですけども、中でもこのユニクロ U シリーズはかなりお気に入りです。元エルメスのデザイナーのクリストフ・ルメール率いるデザイナーがデザインしているということもあって、もう毎回ねデザインから着心地からめちゃめちゃいいんですよ。今回のこの 2020SS は前評判もとても良かったので、発売してすぐに買いに来ました。同じモデルでも色展開が良くて何色も買っちゃったやつとか結構あるんですけど、ざっくり買ったのを紹介すると、こちらのリブクルーネックセーターってやつですね。これを黒とこの色、これを買いまして、あとはこれはクルーネック T シャツですね。黒とグレーなのかな、それとグリーンと、これは3枚買いましたね。であとこれはちょっとね夏物ですけども、ハーフパンツ、あとこれがね今回一番前評判が良かったんじゃないかなと、それで買った後の評判もすごい良かったんじゃないかなと思うのは、こちらのエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツってやつですね。シルエットも肌触りもものすごく良くて、もうほんとこれね最高です。結構オーバーサイズなんですけども、これはね大きい XL を買いました。スキニーとかでトップスはこのね T シャツ1枚とか、これをゆったり着るような感じで着てみたいなと思ってます。エアリズムコットンオーバーシャツ、これを白2枚と薄紫みたいな感じとオレンジとネイビー黒2枚、こんな感じで買いました。あとこっちはパーカーとあとスウェット2色、あとこれが良かったですね。イージーワイドフィットパンツってやつなんですけど、裾がかなり広くなっているパンツで、ゆったり履けるようなパンツです。これすごい履き心地も良かったので、これをブラウンとベージュとオレンジと、あとはこれはちょっと似てるけど違うな、ワイドフィットタックテーパードパンツってやつですね。はい、これを買いました。あとはこっちにかけてますけど、今回前評判が非常に高かったこちらのテーラードジャケットですね。あとこの中にかけてあるのがワイドフィットテーパードパンツですかね。こちらはねセットアップで着ることができるようになってます。これをね上下で買いました。セットアップで買っても1万2000円ぐらいで買えるジャケットとパンツなんで、非常にねコスパもいいですよね。あとはシャツを何枚かこんな感じで買いました。購入したものは全部概要欄にリンク貼っておきます。はい、そういうわけで買ってよかったもの1つ目はユニクロ U2020 年春夏コレクションでした。で続いてはこちら、メゾンキツネの2020年春夏コレクションです。この中から今回僕が買ったのはこちらのスウェットと、あとこちらのオックスフォードシャツです。キツネはインポートブランドなんで、ユニクロのように何枚も購入することはちょっとねできないですけども、こちらを紹介させていただきます。こちらは僕の動画でもよく出てくるメゾンキツネの新作です。メゾンキツネはフランスのブランドで、結構前からずっと僕が一番好きなブランドです。で今期のこちらのリラックスしているキツネくん、チラックスフォックスっていうらしいんですけど、発売前からこれ気になってて一目惚れしてこのスウェットを買いました。こんな感じで結構ゆったり着たかったので L サイズを購入しました。正解だったと思います。であとこちらのオックスフォードシャツ、キツネは以前からオックスフォードシャツは出してるんですけど、今期のこのオックスフォードシャツはこれ M サイズですけども、割と少しオーバーサイズめのシルエットになっていて、あとね肌触りもすごく良くて、あとこの爽やかなね水色のストライプが夏っぽくてめちゃめちゃ気に入ってます。あとここにブランドシンボルのキツネもついてますね。キツネの SS もまだ発売されてないアイテムがいくつかあるらしいんですけども、今期すごいユニークなデザインのものが多いと思うので注目しています。はい、2つ目の買ってよかったものはこちらのメゾンキツネの2020年春夏コレクションから2点です。買ってよかったもの、ファッション系であと1つだけ紹介します。こちらです。シックストックスのラインソックスです。シックストックスっていうのは2017年に立ち上がって割と新しいブランドなんですけども、この縦の細いラインが印象的で、最近はね結構街でも目にするようになりました。で僕も買ってみたんですけど、これすごく良くて、つま先から足の裏かかとまでパイル仕様になってるのでクッション性が結構あって歩き心地がすごいいいです。あとここの甲のところに目立たないようにゴムも入ってるので、靴の中でねずれたりもしにくいです。あと僕結構ねふくらはぎが太めなんですよね。で太めなので普通の靴下結構落ちてきちゃうことが
多いんですけども、この部分締め付けがそんなきついわけではないけど幅広く取ってあるので、上まで上げた時にあんまり落ちてこないですね。なんかどんどん靴下が下がってきてしまうってこともあんまりないです。この前中目黒のセレクトショップの 1LDK で見た時はいい色があったんですけど、全部ねレディースで買えなかったので、その後はすぐにオンラインで見つけて気に入った色をね5色買いました。これと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 これです。ファッション系は以上ですかね。買ってよかったもの3つ目はシックストックスのラインソックスです。はい、続いて買ってよかったものはこちらです。折りたたみドアハンガーです。これはご覧の通り、ここのところをですねドアの上のところにスッと引っ掛けて、それでここを引き出すことによってハンガーになるということですね。これね友達がインスタのストーリーズでおすすめしてて、もうそれ見た直後にねこれめっちゃいいじゃんと思ってすぐにね2個ポチりました。僕はこれをクローゼットのドアのところにかけてしまって、すぐに着たり脱いだりしたいようなアウターとかクローゼットの中にいちいちしまわなくていいようなものっていうのはここに引っ掛けてます。本当はねこれ臨時で使うものかもしれないんですけど、僕はクローゼットのドアのところにほぼね常駐しています。あとちなみに僕はここが黒のものを買いましたけど、ここがホワイトとグリーンもあるみたいです。僕友達にも勧めてますけど、友達でもすでに何人かこれ購入してるらしいんで結構おすすめだと思います。買ってよかったもの4つ目はこちらの折りたたみドアハンガーです。続いて買ってよかったものはこちらです。ストレッチポールです。この前のルームツアーの動画でもちょっと紹介したんですけども、この上に仰向けに寝て背中を伸ばすというものです。僕ね結構ね姿勢が良くないのか、こう猫背になって背中がね丸まってしまうことが多いので、背中の丸まりをねどうにか取りたいなと思ってこれを使ってみました。そしたらねもう結構やるやらないで全然違いました。背中もすっきりするし、そのせいか頭もすごいすっきりするっていうね、すごい効果あったなと思ってます。 YouTube でストレッチポールの使い方を紹介している動画が結構あるので、僕はそれを見ながら15分ぐらいストレッチをしたりするんですけども、これを使う前に一回床にペタッと寝るんですね。その時って結構背中がデコボコしてるというか、完全に全部背中が接地しないような感じがあるんですけども、これを15分間使って背中を伸ばした後に床にペチャッと座ると、背中と床の密着度が全然違うんですよね。もうほんと背中全体が床にペタッとくっつくんですよね。なので背中を伸ばしたほぐす効果っていうのはねちゃんと出てるんじゃないかなと思います。ぐらい結構硬いポールなんですけども、なんか高いやつだと1万円ぐらいするんですけど、僕はね3000円ぐらいだったかな。そんな高くないやつ買ったんですけど、多分ね効果一緒だと思います。なので僕はこちらの安い方をおすすめします。猫背気味だったりね背中が丸まりがちな方には超おすすめなので、よかったら使ってみてください。はい、買ってよかったもの5つ目はこちらのストレッチポールです。はい、続いての買ってよかったものはこちら、カットできちゃうバターケースです。中には切ったバターが入ってますけども、これどういう構造になってるかというと、蓋がこういう風に二重構造になっています。ここには針金がこういう風に張り巡らされていて、この上にバターを乗せて、それでこの上の蓋でゆっくりぐーっと押し込んでいくと、こういう風にバターを約 5mg に切り分けてくれるケースです。僕もね今ねバターコーヒーダイエットやっていて、バターコーヒーって、約 10g バターを入れるんですけど、これをちょうど2枚使えばいいことになるので、いちいち測らなくてもいいので楽ちんです。針金にバターを押し付けることになるんですけど、やっぱりね冷蔵庫から出したばかりのカチカチのバターだと切れにくいので、室温である程度柔らかくしてから切った方が安全なようです。非常に便利なのでね買ってよかったと思ってるキッチンアイテム、カットできちゃうバターケースです。はい、続いては撮影系のアイテムから2つ紹介したいと思います。まず1つ目はこちら、マンフロットのミニ三脚ですね。この前の休日のバッグの中身の動画でも紹介しましたが、カメラ用のミニ三脚です。このようにカメラのここの底のところ、ここにこのネジをつけるんですけども、こういう風にネジでつけます。最初見た時にこの微妙な高さ、こんだけの高さなんでこの三脚って意味があるのかなって最初は思っていたんですけども、実際使ってみるとこの高さめっちゃ役立ちます。僕最近Vlog を撮ることが多いんですけども、 Vlog の中でご飯を食べるシーンが結構多いんですよね。でそんな時にこのミニ三脚がすごい役立っていて、足がこう曲げられるので、これで高さを変えることもできるんですね。
でこういう風に自分にカメラを向けることとかができるんですけど、もしこれを机にペチャって置くともう下の方しか撮れないんですけども、これを広げて三脚にしてあげることによってこのように比較的上に向けて、それで料理もちゃんとフレームに入るといった形で撮影することができます。この小さいながらも微妙な角度がつけられること、これがねすごい重要だなっていう風に実際使ってみて感じました。こういう風に折りたためば非常にコンパクトになるのでバッグの中でかさばることもないです。撮影機材で買ってよかったもの、1つ目はこちらのマンフロットのミニ三脚でした。撮影機材で買ってよかったもの2つ目はこちらです。タムロンの 2875mmF2.8 レンズです。カメラを普段使わない方に説明すると、この 28mm から 75mm っていうのが何かっていうと、画角の広さを表す単位です。数字が大きいほど遠くのものを大きく撮ることができます。ズームするってことですね。普段僕が Vlog などで使っているのが今撮影しているこちらのシグマの 16mm のレンズなんですが、カメラとの距離って50センチぐらいしかないんですけど、これだけ広い範囲で写すことができます。それに対してこのタムロンのレンズは最大 75mm なので、もうグッと寄った形で撮ることができます。望遠にしても F2.8 で撮れるので、手前の被写体を非常に綺麗にぼかして撮ることができます。例えばこんな感じです。この F っていうのが被写体のボケ具合だったりとか、あとは明るさとかっていうのに関係してくるんですけども、この数字が少ないほどよくボケて明るく映るっていう風になってます。でこれは望遠にしても F2.8 で撮れるので、手前の被写体をきれいにぼかすこともできるし、遠くのものまで写すことができるっていう、この 28mm、75mm、そして投資で F2.8 のレンズならではのポーズが撮れるので、かなり気に入ってます。撮影機材で買ってよかったもの2つ目はこちらのタムロンの 2875F2.8 のレンズです。撮影機材はこんな感じで、続いてはこちらです。 CS ミュージックプレイヤーミュージックアプリです。今までは iOS の標準のミュージックアプリを使っていたんですが、曲選びがしにくかったり、シャッフル機能とかリピート設定がオフにしてもオンになってしまったりとか、あとジャケットが正しく表示されないみたいなバグみたいなのがあったりして、結構ね使い心地が良くなかったんですよね。でそんな時見つけたこの CS ミュージックプレイヤー、これがねそれらの問題を全部解決してくれました。基本的な機能は純正のミュージックアプリと遜色なく使えますし、面白いのがテーマカラーを変えることができるんですね。初期テーマカラーはブルーなんですけども、設定からテーマカラーを変えることができるので、例えば Apple 純正の赤いテーマカラーが好みだったらここから変えることもできます。でこの CS ミュージックプレイヤーは有料アプリで250円ぐらいなんですけども、使い心地で若干感じていたストレスを解消するっていうのに250円だったら激安なんじゃないかなというふうに思います。もともとアプリの名前がセシウムって名前だったと思うんですけど、今は CS ミュージックプレイヤーっていう名前に変わってるようです。標準のミュージックアプリに不満をお持ちの方は試してみてもいいんじゃないかなと思います。買ってよかったもの、最後に紹介するのはこちらです。欅坂46ライブアット東京ドームアリーナツアー2019ファイナルの DVD です。意外ですよね。これめっちゃ見てます。めちゃめちゃかっこいい。たまに深夜でやってる坂道系の番組、あれを流し見していたんですけど、そんな時にこの DVD の CM が流れてきて、かっこいいと思ってちょっと見てみたいなと思って購入したんですけど、びっくりしました。番組であんなに静かな2デシベルぐらいで話してるようなメンバーがめっちゃしっかり歌うじゃん、めっちゃ踊るじゃんってね、そのギャップに驚きました。でルームツアー動画でもちらっとこれ映ったんですけども、ライブがかっこいいアーティストやグループの DVD 見るのって僕結構好きなんですよね。そんな中でもこれは最近買ったライブ DVD の中ではナンバーワンでした。何回も見てすごいかっこいい。いわゆるこのアイドルって言われる方々のライブ DVD ってあんまり買ったことなかったんですけども、本当これは買ってよかったなと思いました。もし皆さんもおすすめのライブ DVD とか、あと映像じゃなくてもおすすめのアーティストさんとかいたら、よかったらコメントで教えていただけたら嬉しいです。はい、買ってよかったもの、最後は欅坂46ライブアット東京ドームアリーナツアー2019ファイナルの DVD でした。買ってよかったものの紹介は以上なんですけど、あとこれはいただき物なので買ってよかったものではないんですが、使ってみてよかったものなので紹介したいのが、まずこちら、マッキントッシュフィロソフィーの超軽量折りたたみ傘バーブレラです。コートとかでおなじみのマッキントッシュのセカンドラインのマッキントッシュフィロソフィーなので、品質も非常に良くて20万本以上出てるシリーズらしいですね。本体重量は 129g で 99% 以上の UV カットと遮光率で晴雨兼用なので、これからねまた暑くなる日が続くので、男性でも使う方いるかもしれないですが、女性にはね特におすすめなんじゃないかなと思います。今ね僕は平日使うバッグの中にはこちらを常備しています。広げると
広げるとこれぐらいの大きさになります。はい、いただいてよかったもの1つ目はこちらのマッキントッシュフィロソフィーの折りたたみ傘バーブレラです。いただいてよかったものあと1つだけ紹介します。はい、こちらのモフト Z です。僕今ずっと iPhone にこのモフト X っていうのを貼って使ってますけども、こういう風に角度をつけてスマホスタンドになるものなんですけど、これのノートパソコン版です。でこれはどういう風に使うことができるかっていうと、折りたたみ方によって4段階の角度をつけることができます。こうすることで25度の角度がつきます。ここにこういう風に支える部分がついているので、ノートパソコンをここにこう当てる形にして、このように少し角度をつけた形でノートパソコンを使うことができます。で角度は4段階変えられますので、今これは25度ですけども、折り返してこうすると45度の角度になります。これは結構角度があるので、タブレットを置いたりする時に向いてるんじゃないかなと思います。あとはこういうふうに折りたためば、これは60度の角度になるので、こういうふうに iPad をこのように立てかけてこの角度で見ると、タブレットがちょうど自分に向くので非常にね見やすい角度になります。あとこのモフト Z 最大の特徴はこれですね。まさに Z。 こうすることでこの上にノートパソコンをこのように置いて、高い位置でノート PC を扱うことができます。最近テレワークも増えてきて、自宅でノート PC を使うことも多いんですけども、うちはねデスクを置いてないんですよね。デスクを置いてないので、ソファーに座って膝上で作業をしたりすることが多いんですが、これはこのようにね PC を高い位置に保つこともできたりするので、しかもね負荷が10キロぐらいまで耐えられるって言ってたかな。倒れることはもちろんないですし、座って腰を曲げて仕事するよりノートを高い位置に持ってきて、でスタンディングで仕事をするとか、そっちの方がね体の負担が少なかったりするので、いいタイミングで出会えた商品だなと思いました。いただいてよかったもの2つ目はこちらのモフト Z です。はい、そんなわけで今日は2020年1月から3月に買ってよかったもの10点と、あとはいただいて使ってみてよかったもの2点紹介いたしました。今後もまたこんな感じで買ってよかったものを紹介していきますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンをお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。